なぜこんなことになるのか、その裏に隠された真実を先人の知恵ことわざから紐解いていきましょう。答えは動画の最後にわかりますよ。今日皆さんと共に静かに味わいたい言葉は、浅い川も深く渡れというものです。この言葉を口にしてみると、さらさらと流れる清らかな小川のせせらぎが聞こえてくるような気がします。しかしその穏やかな響きとは裏腹に、ここには人生という長い旅路を歩むための厳しくも温かい教えが込められています。一見すると浅くて簡単に渡れそうな川をわざわざ深く慎重に渡るという行為、それは現代を生きる私たちにとって一体どのような意味を持っているのでしょうか。このことわざは、たとえ物事が容易に見えても決して油断せずに細心の注意を払うべきだという戒めです。その成り立ちを紐解くと、交通網が今ほど整っていなかった時代へと遡ります。かつての旅人にとって川を渡ることは常に危険と隣り合わせの文字通りの正念場でした。表面上は穏やかに見えても、一歩足を踏み入れれば急に深くなっていたり、川底の石が苔で滑りやすくなっていたりすることは珍しくありませんでした。これくらいなら大丈夫だろうという慢心が取り返しのつかない事故を招くことを先人たちは身をもって知っていたのです。だからこそ、あえて深い川を渡るかのように杖で底を確認し、一歩一歩の重みを感じながら進むことが推奨されました。この精神は単なるサバイバルの杖を超え、物事に対する誠実な向き合い方として日本人の心に深く根付いていったのです。私たちの日常においてもこの浅い川は至る所に潜んでいます。例えば何百回と繰り返してきた慣れた仕事の手順や、毎日顔を合わせている家族との会話、あまりにも日常的で簡単だと思い込んでいることこそ、実は最も慎重に扱うべき領域なのかもしれません。言わなくても分かっているだろうという過信や、いつも通りで大丈夫だという思い込みが、いつの間にか大きな溝を作ってしまうことがあります。プロフェッショナルと呼ばれる人々がどれほど経験を積んでも基本をおろそかにしないのは、まさにこの浅く見える場所の危うさを知っているからに他なりません。慎重さは決して臆病さの表れではなく、対象に対する深い敬意と自分自身の行動に対する責任感の表れなのです。浅い川も深く渡れ、この教訓を日々の暮らしに生かすコツは、日常の中にある当たり前を丁寧に見つめ直すことにあります。急いで結論を出そうとせず、あえて手間をかけ確認を重ねること、その一見遠回りに見えるプロセスの中にこそ、本当の意味での安心と質の高い仕事や豊かな人間関係が宿ります。もし今あなたの目の前に簡単にこなせそうなことがあるならば、ぜひ一度立ち止まり、深い川を渡るような気持ちで向き合ってみてください。その慎重な一歩があなたを確実な未来へと導き、心に深い平安をもたらしてくれるはずです。流れる水のようにしなやかに、けれど大地を踏みしめるように力強く、そんな歩みを大切にしていきたいものですね。今日の話はいかがでしたか？先人の知恵ことわざはまだまだ続きます。次回好奇心の図書館でお会いしましょう。またねI know I've had my share of dead ends, it's a trend. Early mornings filled with regrets, bad feelings. Those days were fun, but now I hate it, I hate it. I never pinky swore on secrets, my lips sipped from anyone who ever loved me the same back. What's the point if you don't get that? I want it. Are you my last first kiss?